本日は皆さんからリクエストをいただいておりました私たち流の英語学習方法についてお伝えしたいと思います。海外留学に行かなくても実践できる方法を私たちなりに考えてピックアップしたので見てください。私は3つのポイントについてお伝えしたいと思います。まず私のおすすめの英語勉強法、英語を使う環境づくりで、もう一つはツールです。高校生の時に授業でジャーナルをつけるという課題がありました。週1回毎回テーマが与えられて、それを普通の英語のノートに一行一行きっちり書いていくという課題で、どんなテーマ？最初は自己紹介から始まって、で次はホビーとか、で次はこの環境問題についてとか最初は絶対そんな1ページとか余裕やろって思ってたんですけど、自信がいざ書いてみるとなると、昨日私はこのレストランに行きましたっていう文章でも、行きましたっていう動詞の過去形って何やったんやろみたいなとこから始まっていって、でそういうのを最初1ページ書くのにすごい時間がかかって 2,3 時間とかかかってたんですけど、それをもう書いていくうちにどんどん速くなっていって、すごい伸びが感じられました。で結構好きで、今スペイン語をちょっと勉強してるんですけど、スペイン語もその方法で勉強しています。まず一番手っ取り早いのは友達と英語を使いまくるということです。海外の友達がいる人は海外の友達を捕まえて LINE したり電話したりお話ししたりすることが手っ取り早いです。日本人の友達同士でもそういうお互いに英語力を伸ばしたいと思ってたら、お互い英語で LINE してみたりとか、そういうのもいいかなと思います。私も実際してました。分かんない単語とかがあったら多分その場で調べる機会が増えるから、すごい私もいいと思います。であとは私が実践してたのはバイト先を選ぶということです。これはどういうことかって言ったら、私は家庭教師のバイトをしてたんですけど、人に英語を教えるってなったらすごい自分もある程度分かってないと教えるのが難しいんで、自分もそれなりに勉強しようって思って勉強するから、それはすごい良かったです。なんか教えることでさ、もう一回インプットできるから、私教えたことないけど人にあともう一つは空港での飲食店でアルバイトをしていたことがあるんですけど、その選んだ理由も空港に行ったら海外のお客さんとももっと触れ合えるかなと思ってそこを選びました。でも絶対そうだよね、世界中の人来るよね。そう結果結構来てくれて英語を使うこともあったので、自信にもつながるし、毎回学びにもつながるし、すごいおすすめです。家の近くに空港がないって人は家庭教師をしてください見たくしかも強制。いや他にもありますけど、その2つ私がやってすごいいいなと思ったので、おすすめします。テッドっていう番組 YouTube みたいなのがあるんですけど、 YouTube？ 動画を見るツール、ストーリーって何じゃない、スピーカーの方がそれぞれスピーカーの方それぞれ好きなテーマについて話している動画なんですけど、いろんなテーマがあって、旅行のテーマだったり、語学に関するテーマだったり、環境問題に対するテーマだったり、本当にいっぱいテーマがあるので、絶対皆さんが興味のあるテーマが1つはか2つは見つかると思います。なんか英語だけじゃなくて、違う専門知識も学べるから、どういう風に人と仲良くなるかとか、ちょっと面白いのもあるので、そういうのを見て、英語字幕で見て、日本語訳にしてみたりっていう学習方法もしてました。やっぱりなんか自分の興味のないことを学ぶって結構難しいと思うんで、どうにかして自分の興味のあることを英語で学ぶっていうのがすごい私には合っていておすすめです。あとは私海外の歌がすごい好きで、いろんなのを昔聴いてたんですけど、歌詞を知らずに聴いていて、最初
その和訳を見てみたら結果ノリノリ系の歌やと思ってたのが失恋系の歌やったりっていうのがあって私もあった、あるあるだと思う。多分これあるあるだと思うんですけどみたいな感じ。そういうのがあってすごいってなったんで、もうこれからは自分で和訳をしてみようと思ってしてみたりっていうのもしてました。で結構いろんなそういう発見があって面白かったです。やっぱりね、歌う曲はね、意味を知ってから乗りましょう。それらが私の実践していたおすすめ英語勉強法です。はい、それでは今から私は2つのポイントに分けてお話をしたいと思います。1つ目は私がどうやって英語を勉強するのが好きか。2つ目は私がこの勉強方法で勉強した英語をどういう風に活用していったかについてのお話をします。私の好きな勉強方法はシャドーイングです。かっこいい音だけとにかく文章について真似をして言うことなんですけど、それの方法が私はすごく好きで、耳から英語を覚える勉強法を活用しています。これが好きになった理由は小さい頃からやっていた習い事にあるんですけど、昔1歳半くらい、ちっちゃいなそうまだベイビーの時にそうこんなちっちゃい時に英語で歌を歌ったりとか英語で劇をする機会があるような習い事だったんですけど、その時にセリフを覚えるのに、お話がある CD を渡されます。でその CD と台本っていうか冊子があるんですけど、セリフを覚える時に全然英語が私は読めなかったので、とにかく耳からひたすら聞いて覚える勉強方法を活用してました。そうでその時に文字を見たりとかではなくて、その CD のネイティブの方が発音している通りにひたすら何回も聞いて真似をする、そういう風にセリフを覚えたりして英語に触れる機会が多かったです。でそこから得たことで、私はきっと耳から聞く英語勉強方法が好きなんだなっていうのに気がついて、小中学校、高校、大学生みんなそうだと思うんですけど、日本では多分教科書を用いて英語を勉強すると思うので、私はひたすらお家で大声で教科書を音読していました。なのできっと母も教科書の内容は覚えていると思いますCD とかがついているので、ひたすら CD を聴きながら発音が悪くならないように同じリズムで1秒遅れてなりきりながらやっていました。例えばマイクとケイトだったら1人2役してやってた家で。でもそうやってなんか耳から聞いてそれと同じように言うっていうのはすごい発音とかが良くなるんじゃない？なるんかな。アクセントとか英語すごい、上がり下がりがあるから、そうなんか自分で読んじゃうと、多分文章とか頭に入るとは思うんですけど、やっぱり自分なりの発音とかが、になっちゃうからそうやって真似した方がいい、耳から聞いた方が言いやすかったです。だってその CD とかは止めへんのやろ？止めない。最初は止めてやってもいいけど、何回も聞いてたら多分覚えてくるし、そうすごいスラスラ言えるようになるし、なんか自分がちょっと発音とか良くなってくるとよしよしよしって多分楽しくなると思うので、私はその勉強法がすごく好きでやってました。どういう風に私がこの勉強法で得た英語力を活用していたかについてのお話をします。私はとにかくおしゃべりが好きでひたすら喋ってました典型的な女子みたいな感じ多分うるさかったかもしれないですけど外国に行った時も、日本で外国の方と接する機会がある時も、とにかく英語を喋る機会がある時は、ひたすら聞いたり喋ったり、人とのコミュニケーションを大切にしてたのではないかなと思ってます。それで話す時のポイントなんですけど、難しい英文法とか日本で習ったような難しい単語を使おうとするのではなくて、中学生英語とか簡単な文章で言い換えて言った方が、どういう風にこの文章を組み立てるんだったかなとか考えてるよりも、どんな頑張れば全部簡単な英語で言い表せる。中学生英語で全然会話は成り立つよな。そう中学生英語で全部会話は成り立つと私は思っているので、
そこから始めて、でその後はちょっと応用していくぐらいのうんうんスタンスそうだねでいいんじゃないでしょうか。そう思います。その私が勉強をしていたシャドーイングの方法が活用できるときは、何かを言いたい時とかにで話そうと思って話していると、この自分の口がなんとなく覚えてて、スラスラスラと今までついて言っていた文章が出てくるタイミングがあります。でその時にはすごくこの勉強方法が役立ったのではないかなと私は感じました。おすすめの勉強ツールは何か楽しいものを探すこと。例えば友人から聞いた話だと、日本になんかカフェ、外国の方が集まるカフェがあるらしくて、楽しそう。そこでいろんな人とおしゃべりができるから、日本でもそういう機会は全然あると思うし、あとはディズニーの映画とか本とかはすごくに簡単に英語が書かれているのでおすすめです。フローズンのアナと雪の女王であれば、エルサになりきるとかアナになりきってセリフを何回も言ってたらどういう場面でどういう英語を使うのかとかも分かってくると思うので、すっごくおすすめです。はい、ということで本日は以上になります。また追加で質問のある方や動画リクエストのある方はコメント欄に書コメいてくだントしてください。さい。私たちインスタグラムもやっているので、よかったらフォローしてください。チャンネル登録もおお願いし願いします。ます。Thank you for watching! バイバイ